こんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、ただいま市場に行ってまいりました。そしてですね、皆さん本当に申し訳ございません。市場カメラ回したんですけど、カメラのデータ全部消してしまいまして、ありませんと。買い出しシーンがない状態になります。なので市場に行って、こんなにたくさん買ってきたよっていうウキウキの金子から始まります。どうぞ。ただいまということで、本日の食材がこちら。市場で買ってきたいろんな魚介たちっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちら。ボタンエビ、ヨシエビ、シャコエビ、サザエ、イシカゲ貝、赤貝、イシガレイ、トリ貝、マグロっていうことでね、寝ぼけマナコでなんとなく食べたいなと思う魚介を買ったらこんな感じになりましたね。ここら辺のゾーンが超魅力的ですよね。やっぱり僕はね、貝とか甲殻類大好きなんですね。というわけで今日はこちらのお魚たちを使ってお刺身盛りを作っていきたいなと思います。で、お刺身だけじゃなくて、ちょっとお寿司も欲しいなと。ボタンエビ握ろうかなと。で、お刺身の盛り合わせにちょっとお寿司も入るっていう感じの、そういうものを作っていきたいなと思います。で、今日はね、瓶ビールでいきたいなと。何なんですかね、瓶ビールってね、美味しく感じますよね。というわけで、そしたら今日さばいていくものがですね、このまずイシガレイですね。イシガレイと赤貝、イシカゲ貝、サザエ。エビちゃんたちは剥くだけですね。ヨシエビはちょっと茹でようかな。茹でた方がね、甘みが増して僕好きなんで。ではまずはイシガレイからいきますか。で、イシガレイは結構ね、ヌルヌルするんです。なので、こうやってね、ペーパーとか1枚かますととってもさばきやすい。ほんで、イシガレイって名前の通り、堆肥に石みたいな、鱗の一部なんでしょうけど、ついてるんですよ。で、これを取った方が、後々皮引きするときに楽なんです。で、取り方は置いてガリガリしてもいいんですけど、僕はね、こう持って、で、ピーンと貼ります。で、これで、この取っかかりから、こういう風に、ギコギコギコと。身をできるだけ削らないように、この石だけを剥いでいくと。ここが一番大きい石がついてます。で、このセンターラインですね。ここにもね、ボコボコボコっと石がついてますんで、ここも取っていきます。センターラインを取るときは、ピタッと置いて、こうやってゴシゴシした方が取りやすい気がします。こんな感じですね。綺麗に取れました。お腹側の表面、ここもついてますんで、ここもカチ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 と。やっぱお腹側と背中側は少し持ち上げた方が石が取りやすいような気がします。そしたら今日は姿作りみたいにしたいので、頭も使います。なので、エラを抜いていきます。エラに指を突っ込んで、エラの付け根ですね。ここです。ここをカチッと切ります。エラの付け根が切れました。そしたらこっち側のエラの付け根も切り剥がすと。イシガレイの生き物って釣り針を飲み込んでることが多いんですよ。だいたいね、このエラと胃袋の中間、ここら辺に刺さってること多いんで、気をつけてください。なんで気をつけなあかんのかというと、包丁で釣り針をガリッとやっちゃうと、包丁一発でダメになっちゃいます。それは気をつけた方がいいと思います。はい、付け根が2箇所切れたら、エラをグッと押して取っていくと。はい、そしたらお腹を割って、内臓を取っていくと。はい、こんな感じ。そしたらちょっと洗っていきます。ちょっとね、頭はついたまま下ろそうと思ったんですけど、締めた跡が結構深いので、頭を落としちゃいます。頭を落とした状態で頭と骨使っていきます。頭を落としちゃった方が、さばきやすいです。さばき方はヒラメとかと一緒ですね。まずはセンターラインに1本入れます。センターに1本入れて、で、今回尻尾にこうやって切れ込みが入ってるんで、切れ込み入れなくていいですけど、入ってなかったらここで一回切れ込みを作ってあげると、ここの肉が残って、刺し盛りにした時に尻尾が綺麗ですね。で、徐々に徐々に剥がしていくと。イシガレイの骨は硬いので、おろしやすいです。はい、こんな感じ。1枚。そしたら反転させて、お腹側も落としていきます。で、イシガレイは生命力がすごく強いので、本当に気がいいと、さばいてる間でも尻尾がぴょん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 動きますね。今日のはね、締めてから結構1時間2時間経ってるんで、もう動きませんけどね。はい、表側いけましたら、そしたら裏向けて、裏側も同じように下ろしていきます。中央に1本、ビーッと入れて、で、尻尾、ここに1本切れ込みを入れると。はい、このようにおろし終わりました。尻尾の方から包丁を入れて剥いでいきます。あんまり攻めすぎると黒いのがビシッとついちゃうんで、背中側はちょっと浮かす。こんなもんちょっと残っちゃいましたけど、腹骨がここについてますんで、腹骨を引いて
で、お腹側。こちらも引いていくと。で、縁側はできるだけ膜が残るように。これがね、結構難しいんですよ。あ、ちょっと切れちゃいましたね。この膜が残ってる状態がベスト。で、次は白い方を引いていきます。この白い方の皮引きが石ガレイめちゃめちゃ難しいんですよ。白い方は白をびっちり残したいんですね。で、油が乗ってるやつはね、簡単に残るんですけど、結構難しいんですよ。いきます。で、割かし石ガレイは皮硬いんで、攻めちゃっても大丈夫。いった。こんな感じ。うわー、これ美しい。完璧です。まあまあ油ありますね。このね、皮引きがうまくいった時は気持ちいいですよね。で、皮引きのコツは、ちょっとしなる柳包丁を使うことと、あとまな板はピシッとまっすぐなものを使うこと。で、皮を引く時に、この魚体の下にこういうね、カスがないことを確認すること。カスがあるとそこが出っ張っちゃって、うまく引けないこと多いんでね。はい、こんな感じ。はい、石ガレイ完成。さあ、そしたらこちら。石影がビヨーンと出てますね。ツンと触るとこう引っ込んでいきます。可愛いですよね。赤貝もね、いいですね。ヨシエビのボイルから作っていきましょうか。で、ヨシエビは高確率で背わたが入ってるんで、茹でる前に生の状態でくるっと背中を丸めて、ここの関節に竹串を1本刺して、で、背わたがあるかないかチェックですね。ほら、出てきましたね、背わた。これジャリッとしますんで、これ出しちゃいましょう。で、ボイルしてからだとなかなかね、取り出せないんですよね。なんで必ず生の状態で背わたを取ると。関節にブスッと刺して、で、ゆっくり引いていく。あんまり強く引くと背わた切れちゃいますんでね。スーッと。で、このね、緑っぽいやつは、これ背わたに見えるんですけど、背わたではないんですよ。なんか味噌の延長線上みたいな。これはね、美味しいんですよ。で、そこら辺ちょっと難しいんですけど、よいしょ。はい、これが背わたですね。これはジャリジャリします。そしたら、このままボイルするとくるっとなっちゃいますんで、こうやって竹串を打ってくるっとなるのを防止します。やっぱ刺し彫りに入る場合は、ピーンとなっとった方が綺麗なんでね。鮮度的にも生食でいけるんですけど、僕はヨシエビは茹でた方が好きなので、このエビは茹でると本当に甘みが出てうまいんですよね。はい、こんな感じ。そしたら沸騰したお湯にお塩。そしてヨシエビを入れます。あんま茹ですぎちゃうと旨味も抜けてパサパサになってしまいますんで、だいたい2分ぐらいで茹だると思います。で、氷水に落とすと。で、粗熱がさっと取れたらもう出しちゃう。はい、これでヨシエビの仕込みの完成ですね。次、ボタンいきましょう。最高のボタンエビですね。今日これ小餅ですね。で、鮮度が良かったら卵も刺身で食べられます。でも卵を食べる場合は、ここ卵特に綺麗に洗ってくださいね。ここ汚れが溜まりやすいんでね。今日はボタンエビは握りでいきたいなと思いますんでね。握りにはちょうどいいサイズですね。ほんでこれ冷凍じゃないっていうのが本当にでかい。で、剥く前に氷塩水を用意します。で、剥き方は親指をここの関節に入れて、これでムキムキとしていくと。よいしょ。で、ボタンエビはトゲがありますんで、トゲ気をつけてください。この裏っ側のところですね。結構チクッとして痛いので。で、こんな感じに剥けました。で、これで塩水の中にチャポンと入れます。で、今日は卵使わないんですけど、卵使う場合は、剥く前に卵をここで取っちゃう。ピロッとね。ちょっとこの色が青で、食欲はあまりそそらない色なんですけど、プチプチしてこれはこれでとっても美味しいですよ。これたくさん取れる場合はね、醤油漬けとかにすると美味しい。まあ、でもね、これは食べ過ぎ注意ですね。ちょこっと食べるからいいものだなって思います。で、塩水でさーっと洗ったら、これでボタンエビの仕込みの完成ですね。そしたら次はこちら。シャコ行きましょうか。大きいシャコですね。これどこのシャコだろう？北海道とか宮城とかのやつかな。今日はね、オスのシャコ買いました。メスのシャコは卵がいっぱい入ってて、ホクホクっとした感じでうまいんですけど、刺身とか寿司だったら、オスのシャコの方がいいかなって思います。お寿司屋さんはみんなオス持ってきますよね。はい、こんな感じで、まずは下からピロピロっと剥いて、これしかも冷凍じゃないですね。茹でてから一回も冷凍してないもの。これはいいですね。はい、こんな感じ。これ握りにしてもうまいだろうな。シャコって海底に潜んでて、魚の死骸とかを食べるんですよ。なんで海の掃除屋さんって言われてて、ちょっともう嫌う人もいるんですけど、でもうまいんすよ。俺大好きです、シャコエビ。カニとエビのいいとこ取りみたいな味がするんですよね。で、オスはメスに比べて殻がめくりにくい。で、気持ちちょっと多めに再度落としてあげる。こんなもん。
もったいないかもしれないですけど、気持ち多めが綺麗に剥けるコツかなと思います。キワッキワ攻めすぎると破れちゃうんですよね。で、下の殻めくるときも、ちょっとずつ左右にずらしながら、よいしょよいしょよいしょと。で、上の殻はね、簡単に剥がれるんです。はい、こんな感じで剥いていけば、シャコエビの仕込みの完成。そしたら次はサザエ行きましょうか。もうサザエはね、僕のチャンネル100回ぐらいやってるんじゃないですか。サザエはここクリッと抜いて、で、指突っ込んで、で、クリッとやる。これで終わり。すげえ簡単なんですよ、サザエって。ただ、ここからがちょっとややこしくて、まずは蓋を取ると。このサザエいいな。サザエでもね、痩せてるやつはね、本当にガリガリなんですけど、これ痩せてない。物いい。で、頭の部分取れたら、ここら辺にね、赤い唾液腺があるんですよ、これ食べれないことないんですけど、ちょっとゴリゴリっとしますんで、お刺身には向いてないですね。で、これ内臓ですね。内臓取っちゃって、で、ここの白いところの身ですね。付け根のところ。ここも刺身で食べられます。食べられるんですけど、ここのヒレヒレはしっかり取った方がいいですね。めちゃめちゃ苦いんで。頭と紐みたいなところ。そして、この内臓は、このぐるぐるの渦巻きのところ。ここから下は美味しく食べられます。で、お塩振って、ぬめりを軽く取っていきます。はい。で、これで洗い流して、サザエの仕込みの完成。で、殻は煮沸消毒しておきます。僕の大好物、赤貝。で、こうやって口が開いてて油断してるやつは、やりやすいですよね。まずは貝紐からこう入れて、まずはこの貝紐の裏を通して、こことここに貝柱があります。この蝶つがいのここら辺ですね。その貝柱めがけて切ると。で、貝柱1個でも傷つければ、もうあとはこっちのもんですね。バカバカになりますんで。そしたら貝紐を切らないように、こっちの貝柱にも移動。で、こっちの貝柱も断ち切ると。で、パカッと開くと。そしたら反対側の貝柱も切ると。もうこの状態になってるんで、貝柱ダイレクトに狙ってください。はい、貝柱切れました。で、こっち側も、よっ。はい、貝柱切れます。そしたら貝紐切れないように、剥がして、くるっと。はい、これで赤貝が剥けました。そしたらこの状態になりましたら、ここ剥がしちゃいます。で、ピロピロピロっとめくると、赤貝の玉と貝紐と貝柱が残ります。そしたら貝紐の処理からですね。貝紐を広げて、このビロビロですね。これを取っちゃいます。このビロビロを外すと。こんな感じですね。そしたら貝柱の付け根にまだビロビロの延長線上がついてるんで、これも取っちゃう。はい、これで貝紐の仕込みの完成ですね。赤紐とも呼びますね。そしたらお次はこちら、玉の処理ですね。この硬い方じゃない方、こっち側ですね。こっち側から包丁を入れていくと。はい、こんな感じ。そしたらここで止めます。でここだけ残したら、ピロッと開くと。で、開いたら内臓が出てきますんで、内臓をこそげ取ると。で、赤貝の内臓はしっかりついてますんで、刃のついてる方でしっかりとこそげる。この峰とかでピッピッピッってやったぐらいじゃ取れないんですよね。で、ちょっとこういうところが残りますんで、成形して、はい、これで赤貝の赤紐身、内臓ですね。内臓は食べません。なんで、この2つが可食部位ですね。これで赤貝の仕込みの完成です。で、お次、珍しいですね、これ。石影貝という名前の貝です。これ高いお寿司屋さんとか行くと、たまに出てきます。別名、白鳥貝とも言いますね。開けてみると、すごくよくわかると思います。その由来が。こいつはね、殻硬そうに見えるんですけど、割と柔らかいです。すぐにパキッと割れてしまいますね。これで中身がほとんど、ほら、身なんですね。貝紐とか余計な部分が少ない。あとあるのは、この貝紐が薄くあるのと、エラがちょっとあるだけ。もう中身がパンパンに詰まってるって感じですね。おー、すごいすごい。おーすごいですね。もうほとんど中身はこうやって足なんですよ。ほら、この状態になってもまだ動く。生命力がすごく高い貝です。これがね、うまいんですよ。なかなか売ってないんですけどね、今日売ってたんで、もうすぐ買っちゃいました。で、これ売っててもね、1ケースとかで買わないとダメなんで、あの市場は少ない単位から買えるんで、すげえ助かる。石影貝1キロとか、あとボタンエビ5匹とか、そういう単位で普通買えないですからね。めちゃめちゃ助かります。で、石影貝ものすごい剥きやすいですね。貝柱もすごく柔らかいです。本当に鳥貝そっくりって感じですね。でこうやって持つとね、パカーっとこいつから開いてくれるんですよ。めちゃくちゃさばきやすいです。
はい、こんな感じに剥けました。そしたら開いていきます。ほんで、鳥貝はガラス板の上とかでやらないと黒い部分が剥げてしまってみっともないんですけど、石掛貝はそこまで気にしなくていいと思います。普通にまな板の上でいっちゃっていいかなと思います。基本的に石掛貝はこの足の部分しか食べません。紐とか貝柱も食べれないことはないと思うんですけど、こんなちっちゃいんですよ。ちっちゃいんで、食べるとしたら、ここのエラを取って、塩もみして食べるといいかなと思います。そんなね、うまいもんじゃなかった気がするんですよ。メインはこっちですね、足のところ。で、鳥貝同様、足を開くときは、こっちの山になってる方ですね。山になってる方に包丁を入れます。こういう感じで。できるだけ中央に。で、ここで完璧に落とさないのがポイントですね。で、開いて、で、この先端、付け根ですね。この付け根にちょっと内臓がありますんで、ちょんちょんちょんと取ります。ほとんどね、内臓がないんですよ。めちゃくちゃこのぶどまりのいい貝なんですね。はい、これ剥き終わりました。で、これいきますよ。叩くと、ほら、まだ元気に動くんですよ。お寿司とかにする前にこう叩いて握ることによって歯ごたえが良くなって美味しくなります。もう一回いきますね。この山の方から1本入れて、できるだけ真ん中を通していくと。で、先端までしっかり通す。で、あんまりここ真ん中行きすぎるとここが破れちゃいますんで、もうこのぐらいで止めておきます。で、内臓をカキカキと。こんな感じですね。これで石掛貝の仕込みの完成。たまたま冷蔵庫にちっちゃめの牡蠣が入ってましたんで、これも抜いていきましょう。これが入ることによってまた贅沢な刺し盛りになりますからね。でもね、具材が多すぎるんで、そんなにいらないかな。3つぐらいでいいかな。どんな刺し盛りになるんでしょうね。まだ全然イメージができてないですけど。とりあえず持ってみましょうか。はい、そしたらこんな感じに具材が揃いましたら、こちらを切って盛り付けていきましょう。今日は秋っぽく、こういう茶色のお皿に盛り付けましょう。そしたらまずはツマをさーっと引きましょうか。そしたらほうきをここら辺に立てて、カレイの尻尾、ピンと立てます。ちょっとアングル変えます。こんな感じで。で、頭はここら辺に置きましょう。この間にほうきがある感じ。で、ほうきに直接身を置くと衛生的に良くないんで、大葉を敷き詰めます。ペッペッペと。そしたら石ガレの身を切っていきます。まずは縁側を外して、尻尾ちょっと落として、で、そぎ切り。まだプリプリですね。で、ここに置いていくと。切っては置く、切っては置くと。で、次はお腹の方。はい、ここに裏側の身が入りましたら、次はこの骨の方にも身を切っていきましょう。骨の方は背中の分厚い方ですね。カレイもヒラメもそうなんですけど、白い方は脂がある。でも表の黒い方は身が分厚いって言われてますね。ほら、若干ね、関数が多く取れるんですよね。そしたらお次は縁側ですね。縁側もくるくるくるっと巻いて、ここに乗っけちゃう。白い方もくる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 っと巻いて、ここに置いちゃう。はい、これで石ガレーゾーンの完成。そしたらもうどんどん敷き詰めていきます。もうここら辺に牡蠣。で、牡蠣入ったらちょっと大葉を置きます。で、そこにボタンエビの頭を置きまして、で、ちょっとお皿を置きます。後で握りを握って置いていきたいと思います。おー、ちょっと待って、これが入るとだいぶいっぱいになるな。で、ウニはとりあえずここにドサッと置きたいですよね。ウニガツン置いて、あとこれヨシエビですね。ヨシエビは串を抜きます。で、ここら辺に盛り付けると。ちょっとヒゲが邪魔な場合はヒゲをカット。やばいな、ワンタンになってきたな。そしたらマグロいきますか。ちょっと小さめに切りますか。このぐらいで薄めに。ちょっとつまのボリュームを上げて、大葉かまして、ここに置くと。で、もう一丁つまかませて、次中トロ。
中トロもちょっと薄めに切っていきます。よし、中トロとマグロ入りました。そしたらシャコをもう豪快にここら辺に置くしかない。もうそれしか選択肢はない。そしたらちょっとつまを乗っけて大葉かませて、そこに石影貝、石影を3個ぐらいかな。本当はもっと入れたいんですけど入らんもんで3個で。鳥貝の冷凍も入れます。ちょんちょんちょんと。よし。そしてサザエ。サザエは殻も入れたいなと思ったんですけどちょっと入りませんので、身だけこうやって切ってここら辺にガシャーンと盛りましょう。で次は赤貝ですね。赤貝はちょっとこうやって切れ込みを入れて、こんな感じ。そしたら赤貝乗っけて、で赤ひももここら辺に添えると。あとこういう隙間に柿の葉っぱとかね、こういうほじそもちょっと添えてみたりだとかで、食用菊もポンと入って、で秋らしくもみじも添えていくと。わあ綺麗。やっぱもみじが入ると一気にバシッと決まりますね。もう一枚柿の葉っぱ入れたい、ここら辺に。よし。そしたら握りを握っていきましょう。ボタンエビは開いちゃいます。背中の方から包丁を入れて開きにする。はい、こんな感じ。今日は普通の酢飯です。そしたらわさびをすって、まず手酢で手を濡らして、そうだな、どっちを表にしような。こっちが表になっとってもまたおしゃれなんで、今日は白い方を下にしましょうか。白い方にわさび乗っけて、シャリはほんと少しで。そしたらエビちゃんにお塩をパーッと振って、そこにかぼすをもうかぼっちゃう。シャーっとね。でわさびもここにちょんと乗っけましたら、はい、こちら朝市で買ってきた食べたいなと思う魚介だけで作ったお刺身盛りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。こんな感じに出来上がりました。いい感じにまとまりましたね。よかったよかった。まずはどれからいこっかなってとこですよね。なんせ全部好きなものですから。じゃあまずはこのボタンエビの握りからいきますか。こちら、いただきます。どうだろう。うわー、うめえ。酢飯も抜群にいいね。シャリの大きさもいい。うまっ。じゃあお次はね、この石影貝いきますか。これまだ動くんですよ。いきますよ。ツン、ほら、ツン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 。鮮度抜群でございます。もう踊り食いですね。わさびを持ってちょっとつけて、こちら、うわ大きいな。醤油にちょんちょんでいただきます。うわー、うめえ。甘いな。さくらんぼ食べたみたいな。砂糖錦ぐらい甘い。ここらで一発牡蠣いきますか。ちょっと隠れて見にくいですけどね。冷蔵庫にたまたま入ってた生牡蠣ちゃん。生牡蠣が入った刺し盛りなんてなんて贅沢だの。いただきます。うわー、うめえ。もう一丁もう一丁。もう一丁。もうない。やっぱり牡蠣は飲み物でしたね。でもすいません、ちょっと見えてますけども、ここら辺でやらせてもらいます。でん、銀色のやつ、瓶バージョン。瓶ビールってなんでこうもうまいんでしょうね。旅館とか海鮮屋さん行くと瓶で出てきますよね。僕瓶があったら絶対瓶頼むんですよ。でこれジョッキに注ぐんじゃなくて、このぐらいのコップに
注ぐからいいんですよね、瓶ビールって。わかる方いますかね？このぐらい、このぐらいで、キンキンに冷えた瓶ビールをこのぐらい注ぐと。で、これで、7対3、いただきます。一口なんですね。これがいいんですわ。なんかすげえうまく感じるんだよな。缶と一緒なんですけどね、入ってるものとかは。すっげえ美味しく感じる。もう刺し盛りと瓶ビール大好きなんですよ。じゃあ次、赤貝いきましょう。大きい赤貝だな。ちょんとつけていただきます。うまい。これ握りでもうめえな。握ってきます。思わず握ってきちゃいました。握りで。赤貝うめえわ。サザエ。コリッコリ。サザエが刺し盛りに入ってるとテンション上がりませんか？このコリコリっとした食感が箸休めにもいいですよね。うまい。美味しいサザエだ。そしてビールが進んでくる。で、エビが今日新鮮なので味噌もいけます。うめえ。エビ味噌がたまらんね。そしたらこれ、シャコエビ。これがうまい。冷凍してないですからね。冷凍じゃない。ボイルのシャコエビ。いただきます。うめえ。味が濃い。あ、やばい。進みすぎるな。ダメだ。ダメな人間になってしまう。でも止まらん。ここで止めるなんて、魚たち、そしてアサヒビールさんに失礼。鳥貝うまいな。やっぱり貝がうまい。愛知県は貝がうまい。そしたら次はこちら、ウニですね。本当はね、生の殻付きがあるとよかったんですけど、今日はなかったんで、一板5000円のウニ買いました。このぐらいすくって、で醤油にちょっとつけて、いただきます。うめえ。いいウニだ。プリンのような濃厚さ。たまりませんね。ほい、じゃあ次は、石ガレーいきますか。プリップリの石ガレー2枚ぐらいいきましょう。で、わさびを乗っけて、でほじその花もちょっと添えると、ほのかにしその香りが香ってうまいんですよ。ちょんとつけていただきます。うわ、いい白身だな。きめ細かいな。で石ガレーって旨味があるんですよ。これうまいんです。結構毛嫌いする人いるんですけど、石ガレーうまいっすよ。僕らの地域は昔から食べてるんで、食べ慣れてるっていうのもありますけどね。お寿司。次はマグロ。本マグロの赤身。ちょんとつけていただきます。ほのかに脂があってうまいね。お次はこちら。中トロいきましょう。もうほぼ大トロみたいな中トロですね。めちゃくちゃうまそう。いいサシが入ってる。いただきます。とろけますね。じゃあ最後、ヨシエビいきましょうか。でヨシエビはもう絶対味噌。これ食べないともったいない。うまっ。このヨシエビの味噌ってね、めちゃくちゃ甘いんですよ。エビ味噌というかね、カニ味噌に近いような、そんな味噌がしてます。でこの身もね、最高なんですよ。いただきます。うまっ。たまりませんわ。それじゃあゆっくり食べていくとして、今日はここでエンディング撮らせていただきます。すいません、今日はちょっと舌鼓したい。すごく。なんで動画はちょっとここで締めます。このまましこたまビール飲んで、シャワー浴びて昼寝したい気分。というわけで今日は市場に行って、上限なしで目についた美味しそうだなと思う魚をひたすら買って、こういう風に刺し盛りを作ってみましたけども、俺ね、この企画が一番好きだ。てかこんな楽しくて幸せなことなくないですか？動画の企画とか抜きにして、割と最高の瞬間なんですけど、買ってる時も楽しいし、作ってる最中も楽しい。そして食べて楽しい。もう3つ楽しいですからね。この企画はね、月1ぐらいでやっていきたいなと思います。だいたいこういう刺し盛りになると思うんですけど、季節感が出てまたいいと思いますんでね。今回はちょっと季節感がね、あまりないですけど、次はもうちょっと秋っぽく、そして冬っぽく作れたらなと思います。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。